ます。今日はよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい。本来着物、昔はいろんな染め方があって、ちょうど室町時代の終わりぐらいに武家の勢いが高まってきた時に、侍の方が自分の上下袴、そういうのに自分独特のオリジナルみたいな柄を染める、そういうようなことが世の中で必要なもんになってきたんですね。その時に型染めっていうのが始まって、ただそういう染めがなくなることによって型屋っていう友禅彫刻っていうような形の仕事をする職人さんが絶えてしまって、現在に至っているっていう形ですね。和紙を柿渋で3枚貼り合わせた渋紙っていうのを使って、で彫る道具は彫刻刀、小刀って呼んでますけど、彫刻刀に似た形のものですね。それを使って彫っていくんですけどね。父親が仕事をしてたんで、自然の流れみたいな形で家業に就いたいうのが、仕事の始まりです。でもちょうど今年で51年目、ちょうど59の時やったんですけど、本当にもう仕事を、染め屋さん自体が辞めていかれる方が多くって、得意先がもう全然なくなってしまって、そういう状態で仕事を探すとどうしても仕方がないのかもしれないけど、やっぱり値段を安く言われることがとても多くって、400年続いてきた技術いうのをそんな値で世の中にどう言っていいんかな、安売りしたらあかんなって思ったんですよね。いや、その時初めて西村さんにお会いしたんですけど、ちょっと最近、仕事が少なくなってしまっているので、いわゆる着物の型紙の仕事が本当に、少なくなったので時間ができましたと。それで自分が彫りたいと思うものを彫ってきましたんでっていうふうに見せていただいたのが、仕事のために彫ってきた柄ではなくて、その技術は使ってるんですけど、本当にご自身がいいと思って彫りたいと思ったその気持ちがこもった型紙だったんですよね。それでもうみんな感動して、で西村さんの友禅の型紙は本当にみんなが見て、すごく緻密で、まず手でやったとは思えないぐらい繊細で素晴らしいっていうのはみんな分かったんですね。ただ一般のお客さんとか外国のお客さんにその型紙を売るわけにもいかないし、その何に使ったらいいのかっていうことになってしまって、でこの光を通すってことをうまく使えないかな、じゃあiPhone か iPad ケースみたいなことしましょうと。ただし紙だとやっぱり耐久性があんまりないので紙じゃない素材にしましょうっていうふうになりまして、じゃあ革がいいんちゃうってデザイナーが言ったのが多分最初でしたね。それで一回革に彫れますかっていうふうに確かお尋ねしたのを覚えてます。自分のは綺麗やなと思ったもんね、これはええなんちゃうかなっていうような感じ、初めてパリへ行ってもう全然何も分かんないし、ただショーウィンドウみたいなところを台にして型を彫ってると、通りすがりの人がみんな見ていってくれる、やっぱり興味を持ってくれてるんやなっていうのが直に肌で感じる、それがとても嬉しかったね。それでやっぱり西村さんはもうやってらっしゃるお姿がもう結構オーラがあって、すごく雰囲気があったんで、なのでみんな立ち止まって結構人だかりになったりとかねしてましたけど、その後もねどんどんいろんなデザイナーとのコラボも進んでいかれましたし、西堀さんに会って型紙を売るんじゃなくって技術を売る、そういうのを身をもって体験させていただいたんで、せっかくここまで引っ張ってもらえたんやから、もっともっといい成果みたいなのは残さなあかんなって、自分自身はこう思って、日々いろんなものにチャレンジしてるんですけどね。伝統は
確信の連続です。